我は最果ての魔王ディープブリザードである。皆こんにちブリザードであるぞ。というわけで、ちょっと先日スマホを買い替えて撮影として今使っておるカメラでもあるんだけれども iPhone XS をこれまで使っていたんだけれども、この度 iPhone 12 Pro に機種変をした魔王なのである。別にそれを報告したいというわけではなく、これまでのずっと準備をいろいろしてきたんだけれども、こういうスマホでお絵かきするときにどういうタッチペンやスタイラスペンがいいのかというのを絵描き魔王目線で紹介、そして実演してみようと思っておったのであった。ただ iPhone XS のモデルというのは、もともと iPhone には 3D タッチ機能というものがあって、特にその Bluetooth とか特別な機器を使ったタッチペンやスタイラスペンでなくても筆圧のある線を引くことができたのであるが、 iPhone 11以降の iPhone のモデル、それから Android の携帯などでは筆圧を効いた線を基本は描くことができないということで、そういう方々のご意見をうまく講座動画の中に取り入れるには、やはりちょっと機種変をしてからじゃないとできないなと思っていたところがあったので、今回 iPhone 12 Pro に変えたということで、その企画を今回はやってみようと思うのである。そしてどういうペンが良いのか、そして魔王のおすすめのスタイラスペンの紹介などもさせていただければと思うので、ぜひぜひこの動画を最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。そしてこのようなレビュー動画、我のチャンネルではたくさん投稿させていただいておるので、デジタルガジェット系のレビュー動画をたくさん見たい、これからも見たいということは、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。なのであるぞ。では早速、お絵描き用のスタイラスペンのレビューをしていこうと思うのである。今回は IBIS ペイントを使って収録を行っているが、スマホで使えるお絵描きペイントソフトであれば大体使えるものであるので、例えばメディバンペイントなどでも使うことができるので、今回は参考として IBIS ペイントを使わせていただこうと思うので、そして今回使う画像のサイズはこちら。解像度350の横 210mm、縦 297mm、いわゆるA4 のサイズで描いていこうと思うのであるぞ。で、今回レビューで使うのは魔王鉛筆 IP というカスタムブラシを使っていこうと思うのである。こちらは別の動画で配布もしておるので、よければそちらをチェックしていただければ無料でダウンロードして使うことができるので、ぜひぜひ使ってみてほしいのであるぞ。で、ちょっと魔王のタッチペン入れからちょっと出していこうと思う。これクレアーズで買ったペンケースでめちゃくちゃちょうどいいサイズなんだよね。まずはこちら。100円ショップなどで売っているタッチペンとして売られているふにふに柔らかいシリコンになっているタッチペンである。いわゆるゲームとかざっくりと何か書くとかだと使えるんだけれども、人間の指のサイズと変わらんのでな、これでお絵かきをするというのは向いていないであるな。そして当然ながら筆圧は効いていないのである。次に紹介するのはこちら。キャンドゥなどで売られているディスクタイプのタッチペンである。この通りキャップを外すと、この通り丸いディスクがついているペンが出てくると思う。ただこれは別に外す必要はなくて、これを画面に押し当てて使うことで、この通り線を引くことができるのである。ただ、これにも筆圧を使うことはできないが、拡大してみるとわかるのだが、割と書きたいところにしっかりと線を引くことができるというメリットはあるので、特に筆圧にこだわらない、線が引ければ良いとか、正確に線を書きたい、もしくはこういう字をメモするように書きたいという方であれば、キャンドゥで売っているタッチペンは非常におすすめなのである。そう、100円で買えるというのは魅力だと思うのでな。なので、お絵描きとしては使えるけれどもといった感じではあるな。次に紹介するのはこちら。ワコムのバンブースケッチである。これがもう実はケースになっていて、スタイラスペンが内蔵されているのである。ペンの大きさやサイズ感などは、ワコムが他に出しているペンタブレットや液晶タブレットで使われているスタイラスペンと、ほぼ同じ大きさ、ややちょっと細身のペンかなっていうぐらいである。で、こうやって2ボタン式になっている。なかなかすごいペンなんであるよ。で、ここのまず下ボタンを押して、こっちだな。こうやって点滅したら、設定からここでワコムスタイラスに設定を切り替えて、
バンブースケッチに接続されましたっていうマークが出るので分かりやすいである。この通り強弱のある線が書けているのが分かるであろうか。これがアクティブスタイラスペンと呼ばれている iPhone とスタイラスペンを無線で接続することで筆圧のある線というのを書けるようにしたものなのである。個人的にはものすごくこのバンブースケッチというものをおすすめしたいんだけれども、おすすめできない点が一つあって、この2021年8月現在、このバンブースケッチは生産をしていないのである。完売のまま再販の目処が立っていないのか、生産終了とも出ておらず、公式の通販サイトでは品切れですという状態で現在買えないのである。本当に細かく筆圧を調整できる良いペンではあるんだけれども、現在はちょっとこれは販売されていないので、購入するとしたらまだ店頭で余っているところ、もしくは中古などで探すしかないという状況なのがちょっとおすすめしづらいところなのかなと思っておるのである。本当それ以外は無線だし、これだけ細かく線の強弱もつけられるし、今使ってるアイビスペイント以外でもメディバンペイントやクリップスタジオペイントの iPhone 版でも問題なくこの筆圧を使いこなすことができる。あとはこれは使ったらわかるっていうところなんだけれども、非常にワコムのスタイラスペンというか、ワコムのペンタブレットとか液晶タブレットのペンと同じ書き心地でスマホでお絵かきが書くことができるというのは非常に大きな魅力だと思っておるので、もしまだこれを見かけたり買うことができたりするものがおるのであれば購入してほしいと思うペンなのであるぞ。そして、現在購入することもできて iPhone や Android、iPad など機種を問わず使うことができる筆圧の調整をして書くことができるスタイラスペンとして真央が紹介したいペンはこちら、ソナーペンなのである。なんだか不思議な形状してたり、なんかここにイヤホンジャックがついてたり、なんでやろうって思うかもしれないんだが、このイヤホンジャックをスマートフォンやタブレットなどに差し込んで使うことでバッテリーいらずで筆圧の効いた線を書くことができるというペンなのである。百聞は一見にしかずということで、 iPhone はイヤホンジャックからライトニング端子に変換するケーブルを介することで使うことができるのである。基本的には公式のものを使った方が良いであるが、我はこのサードパーティー製のものを使っておる。ただ公式以外のものを使った場合、動作保証が取れない場合もあるので、そこら辺は自己責任、そして確認を取った上で使ってみてほしいのであるぞ。ではこれを使っていこうと思う。この使い方は簡単で、このぴょこんと飛び出しているところをよいしょ、こうやって引っ張り出して、このイヤホンジャックの部分を変換コネクターにしっかりとよいしょ挿す。ではこちらの端子を iPhone のライトニング端子に挿すと、ここにソナーペンが接続されましたと出たのである。これでもう使うことができるようになったのである。ちなみにこの表示が出ないときは、設定で対応スタイラスというところをタップしてソナーペンを選択する必要があるので、この対応スタイラスの部分をソナーペンになっているかどうかを確認してほしいのであるぞ。これで筆圧の効いたペンを簡単に書くことができるようになったのである。そしてこれは有線で接続をされているので、バッテリーなどを気にすることもなく、そして本体も非常に軽くて使いやすいのでおすすめであるぞ。で、お値段もこちらのソナーペン、なんとお値段3980円と非常にお買い得なのである。ではちょっと実際にこれでお絵かきをしてみようと思うのであるぞ。
というわけで完成したのがこちらである。どうであろうか。本当に強弱の効くスタイラスペンを使えたおかげで iPad や PC のペンタブレットなどを使っているような感覚で、この小さい画面で筆圧を効かせながら簡単に書くことができたのであった。細かいペンの筆圧や全体のバランスなどもしっかり統一して書くことができたのである。このソナーペンを使っていて、バッテリー切れであったり接続切れというのは書いていて全く起きなかったので、スマートフォンなどで筆圧のある線を書きたいというものは、こちらのソナーペン入門編であり実力もしっかりあり、とてもおすすめできる一品なのであるぞ。唯一難点を挙げるとすると、やはりこの有線でこうやってつながっているので、こうやって書いている時にこのケーブルが結構しっかりとしたゴムっぽい素材なので、こう引っかかってしまうことがあるので、ケーブルを内側に持つのではなく、手の甲側に回して書くとケーブルが邪魔にならずに書くことができるという気づきもあったので、自分が書きやすいようにこのケーブルを配置して書くと良いである。というわけでいかがだったかの？様々なタッチペン、スタイラスペンを今回は紹介し、そして実際にどのような使い心地なのかというのを実践させていただいたのであった。商品の詳細などについては動画の概要欄にリンクも貼ったので、興味のある方はそちらからチェックしていただければ嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。